こんにちは。ゆっくり不動産です。どうやって奇跡的にこの動画にたどり着いていただいたのかわかりませんが、こちらは癖が強い物件を内見していくチャンネルになります。変わった物件を見るのが趣味な物件オタクが運営しております。で、我ら物件オタク業界の中にもですね、バルコニーオタクという細分化されたジャンルがございまして、今回はそんな世界へのご招待です。3LDK の間取りに、バルコニーがなんと7個もついてる物件を見つけてしまったんですよ。どう考えても計算が合わないじゃないですか。部屋よりバルコニーの数が多いって。不動産業界的にはバルコニーが2個ついた物件を両面バルコニー、または略してギャンバルとか呼んだりします。2面バルコニーでも十分に物件としてアピールできる特徴です。ましてや3面バルコニーだと、物件資料に3面バルコニーとデカデカとアピールされるレベルです。それが今回の物件は、7面バルコニーですよ。作りすぎや。ちなみに、このチャンネルの第1号の動画を見たというレアな方はお分かりの通り、その動画でネタにした物件です。当時、まだ内装工事前だったのですが、改装されていい感じになったと聞いて、足早に行ってきました。驚愕の間取りがこちらです。待って、何から突っ込めばいいかわからない。癖がすごいんじゃ。ワクワクさんの工作キットじゃないですか。さあ、今日は紙を使って、船を作っていくよ。まずは、線に合わせて切ってみよう。できたかな？次は、山折りと紙折りに折ってみよう。失礼しました。とんだ茶番をやらかしました。お詫びして反省いたします。ワクワクさんの声出せませんでした。そこじゃないわ。それにしてもこの間取り図、正気ですか？何ですか？この氷炭みたいなバルコニーは。これ、いる？なんでこうなったのか設計士さんに120個くらい質問したい気持ちは心にしまっておき、内見に行きましょう。というわけで、先ほどからずっと見えているこちらのマンションが今回の物件です。築31年となかなか年季が入っています。小さめのマンションなので、エントランス周りもコンパクトです。今回の部屋、5階に向かいます。メゾネット型の部屋なんですが、最上階の5、6階部分になります。さあ、玄関入りました。こちらは下駄箱ですね。続いて、水回りです。まずは浴室。それなりに古いですが、清潔感はあります。窓があって良いです。洗面、洗濯機スペース。おお、早速一つ目のバルコニーです。意外と広いですね。間取り図と形がかなり違う気がしますが、まあそんなもんでしょう。間取り図は不動産屋さんがノリでざっくり片手間に作るので、再現度低めなことも多々あります。設計図とは結構違うんですよね。間取り図的には超脇役的なこのバルコニー1号ですが、普通に広くて存在感大きいです。ポジション的に洗濯物干しに使われるのが濃厚でしょう。トイレは改装されてタンクレスになっています。古い物件で水回り設備が新しいのは嬉しいポイント。窓もありますね。窓の外は、もちろんバルコニー。玄関からまっすぐ進んでいくと、なんだか不思議な通路が見えてきます。これ、実は斜めに鏡が設置されていて、たくさんの長い通路や扉があるように見えるんです。からくり屋敷みたいですね。で、その横には本物のドアがあって、開けると、バルコニー2号。トイレの窓の外と繋がってます。ここのバルコニーは奥行きが狭いですね。間取り図の奥行き盛りすぎ。でも、このバルコニーに出るためだけのドアの存在が、設計士さんのこだわりを感じます。さて、こちらがリビングです。キッチンは新品に交換されてます。
しかも、なかなか珍しい、半オープンカウンターキッチン。リビングとのつながりは感じつつ、煙や匂いはリビングに届きにくい設計ですね。そして、キッチンの横にはもちろん、バルコニー。こちらもトイレから繋がったバルコニー2号。めちゃめちゃ長いです。芝を敷いてゴルフのロングパット練習用に使いましょう。この斜めの針が邪魔でほふ前進しないと向こう側に行けません。冷蔵庫と食器棚のスペース。リビングです。82平米の部屋にしてはやや小ぶりですが、ぐるりと窓があるので、圧迫感はないです。何しろ、バルコニーが主役な物件ですから、むしろリビングはあえて存在感を抑えているくらいの感覚でしょうか。この窓を開けるともちろん、バルコニー。バルコニー3号はどう使いましょう？何しろ一般的なマンション生活ではバルコニーには洗濯物があって、くつろぎ用に使うのは結構難しいんですが、この物件は洗濯物専用バルコニーがあるので、ガチなテラス席テーブルセットを常備できちゃいます。第2のダイニングですよ。そう考えたらリビングなんて狭くっていいですよね。さてさて、いよいよ問題のやつですよ。あのひょうたんバルコニーですよ。なんでそんな形になったのか設計士さんを問い詰めたかったやつですよ。待って、ひょうたんじゃない。もしやひょうたんのくびれの部分がここ？この間取り図作ったやつ出てこい。雑や。さすがにこれは雑や。と思う気持ちもありますが、それよりもこんな物件に出会わせてくれたことに感謝を伝えたい。バルコニー4号、めっちゃいいじゃないですか。完全に特等席ですよ。船のデッキの最先端というか、タイタニックごっこするスペースというか。左手にはこんもりとした森もあって自然も感じれるから、ウッドデッキを敷き詰めて、ハンモックやビーチベッドを置いてまったりしたい場所です。ここの設計士さん癖がすごい。と思ってましたけど、なんか内見してみたら普通に使いやすい間取りになってて、もう尊敬の意すら芽生えてきました。師匠と呼ばせてください。以上でこのフロアはコンプリートですね。次は6階に上がってみましょう。賃貸マンションでは、最上階をオーナー住戸にすることもあるので、この物件もおそらく新築当時のオーナーが好みに合わせて作った部屋なのでしょう。癖がすごい設計士さん、元井、我が師匠とこだわりある当時のオーナーさんのアイデアの結晶ですね。30年の時を経て、感動させてもらってます。上の階にやってきました。まずは、小さい方の洋室。子供部屋の想定でしょうか。窓の外にはもちろん、バルコニー。緑の借景があっていい感じです。バルコニー5号は奥行き小さめで、細長いスタイル。
この辺りからは、家族一人に1バルコニーという使い方すら可能です。子供部屋にマイバルコニーがあるなんて夢の世界ですね。基地っぽくしちゃいますよね。おや、こんなところに不思議な収納が。用途がわからん。こちらが大きい方の洋室。もちろん、バルコニー完備。バルコニー6号です。人工芝を敷いてゴロゴロできるスペースにしましょうか。最後の部屋は和室です。しっかりと窓を障子で塞いでおり、渋いテイストで仕上がっています。渋い和室には渋い押し入れ。障子を開けると、バルコニー。ちょっともうバルコニーはお腹いっぱいになってませんか？いよいよ次が最後です。この高校と輝く障子の向こう側には、バルコニーの前にドア。ひょうたんバルコニーの上部に位置するこのバルコニー7号も十分な広さ。和室をゲスト用ルームにすれば、ここは来客用バルコニーです。和のテイストを生かし、木のベンチと足湯セットなんかあると最高です。なんて贅沢な。間取り図への突っ込みどころはいろいろありましたが、本当にバルコニーが7面もありました。バルコニーだけで何平米あるんでしょうか。十分すぎるほどの空間です。洗濯物を干すスペースが足りない？物干し座を軽く20本は置けます。マンションだけどガーデニングがしたい？向かいの森に負けないくらい、もっさもさに植栽を置けそうです。気分転換したい？7種7様のバルコニーをデザインして、毎日気分を変えられます。バルコニーに対する向き合い方を改めて考えさせてくれる物件でした。師匠、ありがとう。